はいどうもこんにちは、かすやです。今日はかねてから要望の多かったコーヒーの入れ方を説明していきたいと思います。僕が世界大会で優勝した時に披露した入れ方と全く同じ方法です。僕の考えなんですけど、美味しいコーヒーを入れるのに必要なのはテクニックではなくて正しい知識だと思ってます。現に僕は世界チャンピオンになるのに、3年かからなかったぐらいでした。なぜなら、技術が必要であれば3年でチャンピオンになるなんて無理なんですよ。でも僕はなれた。なぜなら美味しいコーヒーを入れるのに必要な知識を持っていたからです。で、それを駆使して、作り上げたコーヒーの入れ方を今日は紹介していきたいと思います。美味しいコーヒーを入れるのに重要なポイントは3つです。1つは粉を粗くひくこと。そしてもう1つは1対15。そして最後に注ぐタイミングです。この3つを守っていただければ僕と同じコーヒー、とても美味しいコーヒーが自宅で入れられるようになります。しかもこれは皆さん誰でも簡単に入れられるようにしただけではなく、実際に今日紹介する入れ方で僕は世界チャンピオンになってます。なので誰でも真似できますけど、非常に美味しくなるコーヒーの入れ方なのでぜひ試してみてください。それではまず自宅でコーヒーを楽しむ時に必要な道具を説明していきます。もちろんこのドリッパーですね。で、あとはサーバー。これはカップでも問題ないです。で、あとは今回最も重要と言えるかもしれないです。スケール。こちらは重さ、豆の重さだったりお湯の重さだったりを測るもの、プラスタイマーもついてるものになります。実際キッチンスケールでも代用できます。あとはタイマーをまた別途で用意しておければ大丈夫です。このスケールさえあれば僕と同じ入れ方を全く真似することが可能になります。そのぐらい重要なものになってます。あとはこのペーパーフィルターですね。このドリッパーに合わせて選択してください。あとできればこの細口のケトルがあったりすると注ぎがやりやすいので便利です。あとはお気に入りのコーヒーをご用意ください。コーヒーを入れる直前にひいた方がいいので、グラインダー、手動でも電動でもあるとなお良いです。ただそれがね面倒だよっていう方はお店でひいてもらっても構わないです。そういう時は少し粗くひいてくださいっていう風に注文すると OK です。では実際に入れていきたいと思います。で、引き目はこのぐらいですね。で、ペーパーフィルターをしっかり濡らして紙の匂いを取る。そしてサーバーとドリッパーを温めていきます。粉の面を平らにしていきます。では準備ができました。注ぐタイミングでスタート。はじめは全体にしっかりと行き渡らせていきます。50g。ここではコーヒーの細胞を緩ませて成分を抽出しやすい状態を作っていくためにあります。ここは40秒。続いて70注いでいきます。スケールが120を指すところまで注ぎましょう。
比較的勢いよく注いでしまって構いません。でドリッパーのお湯がほとんどサーバーに落ちきったら次を注いでいきます。1分半のタイミングで 60g180 まで注いでいきます。多少注ぎすぎてもあまり気にしないで全く問題ありません。プラスマイナス5ぐらいだったら何も気にしないで大丈夫です。で2分10秒になったらまた 60g 注いでいきます。勢いよく注いでドリッパーの中の粉を攪拌させるイメージで注いでください。そうすることで粗挽きでもしっかり濃度感のあるコーヒーが作ることができます。では2分40秒で最後の 60g。勢いよく注いで水位を高めることで均一な抽出を可能としています。また注いだお湯がすべて落ちきってから次のお湯を入れるという手法によって粗挽きでもしっかりと濃いコーヒーを作ることができるっていうのがこの入れ方の特徴になります。では3分半で落ちきって終了です。しっかりとサーバー内の濃度差をこうやって攪拌していきましょう。では実際にカップに注いでいきます。うまいっす。はい。っていうやり方です。本当に簡単なんですよ。粗くひいてる分、注ぎのミスとかも味にあまり影響してこないので、誰でも簡単に入れやすいです。そして粗くひいてるので、このコーヒーの複雑な風味っていうのがよりキャッチしやすくなります。本当に誰でも真似できる簡単な入れ方なので、ぜひ皆さんも試してみてください。では、楽しかった、役に立ったよっていう方は高評価ボタンお願いします。あとはチャンネル登録よろしくお願いいたします。試してみたよっていう方もコメントいただけたら励みになります。では、お疲れ様です。